こんにちは、ジパング55のタカです。今私は京都駅に来ております。今回は京都にあるマリオットグループのウェスティン都京都を訪れたいと思います。口コミの満足度も高く、再び訪れたいとの声が多い豪華ホテルです。そんなウェスティン都京都の温泉施設、プール、ラウンジ、朝食などたっぷりご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ウェスティン京都は京都駅から電車で25分ほど、車で20分ほどの位置にあります。無料の送迎バスも出ており、9時から18時の間であれば30分間隔で運行しています。また便利なのが、京都駅内にサテライトコンシェルジュがあり、荷物を預かってくれます。送迎バスを利用しなくても荷物だけ運んでくれるそうなので、観光にとても便利です。サテライトコンシェルジュ内はそんなに広くありませんが、観光案内のパンフレットなどが置いてありました。帰りも荷物を送ってくれるので、京都駅で受け取ることも可能です。ここまでしてくれるサービスはなかなかないので嬉しいですね。今回は観光していたので電車でホテルまで向かいたいと思います。こちらがウェスティン都京都です。もともとは近鉄の都ホテルだったので、現在でも運営は都ホテルが行っているそうです。1960年からある本館は2021年4月に大規模リニューアル工事が完了したので、とても綺麗になっています。部屋数は266室、レストランは5カ所あり、温泉施設も完備しています。訪れたタイミングがクリスマスの時期だったので、クリスマスツリーも飾ってありました。ホテルロビーは広々しており、とても綺麗でした。席も離れていたので、あまり圧迫感なく過ごすことができそうです。私はマリオットボンボイのプラチナ会員なので、専用の場所でチェックインが可能でした。場所は広々しており、泊まる人数が多くても全員座って待てそうでした。ドリンクやお菓子も用意されていたので、混雑していてもゆっくりできそうです。ここでホテルの館内を簡単にご説明いただきました。今回はスーペリアキングの部屋を予約していましたが、ジュニアスイートにアップグレードしていただきました。それでは早速部屋に向かいたいと思います。今回は6階のお部屋でした。荷物は係の方が部屋まで運んでくれました。京都駅から部屋まで荷物を運んでくれるので、とても楽ですね。こちらがお部屋です。入り口から豪華ですね。中に入るとリビングルームがありました。4人掛けのテーブルがあり、ここで食事や会議などもできそうです。テレビもあるのが便利でいいですね。近くにはバーカウンターがあり、紅茶、日本茶、ネスレのコーヒーがありました。冷蔵庫にもドリンクがありましたが、こちらは有料です。ビールも1本850円するので少しお高めですね。引き出しにはグラスが入っています。どれも素敵なグラスやマグカップが入っていました。4人掛けのテーブル横にはソファー席もあり、ゆっくりできそうです。ソファーの前には大きなテレビもあり、見やすそうです。奥にはベッドルームがあります。ベッドルームとリビングルームは区切れるようになっており、来客があった際も便利そうです。こちらがベッドルームです。ベッドはキングサイズでとても大きいです。ベッド脇のスイッチでカーテンや部屋の電気などは操作できました。寝る前につけるラベンダーバームも置いてありました。
ベッドルームにもテレビがあったので、寝ながらゆっくりできそうです。テレビの位置も変更できるので、見たい位置に調整できます。ベッド裏には作業用デスクもありました。広々しており、作業もしやすそうです。クローゼットもあり、洋服もかけられました。金庫は内蔵されているタイプだったので、スタイリッシュですね。消臭スプレーもあるのが嬉しいです。引き出しにはコインランドリーの袋や温泉施設のスパ、花鳥に着ていける館内着もありました。部屋用のパジャマもあり、ゆっくりできそうです。ふかふかのスリッパも置いてありました。バスローブもありました。トイレもきれいで、手洗い場もついていました。洗面台も2つあり、朝の準備に便利そうですね。タオルも2名分とは思えないほどたっぷりありました。アメニティもウェスティン共通のものが一通りありますね。櫛、マウスウォッシュ、ボディクリームなどがあります。ドライヤーも下に置いてありました。ブランドはレプロナイザーだったので高級ドライヤーですね。洗面台の脇にもお手拭きタオルがありました。拡大鏡も置いてあるので化粧の際に便利ですね。他にもフランスのブランドソティスのアメニティがありました。こちらはスイート専用だそうです。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルもありました。袋の中身はこんな感じですね。化粧水、クレンジングミルク、マスク、ローション、クリームなどがあります。説明書も入っていたので分かりやすいです。浴室も石を基調としてとても綺麗ですね。レインシャワーと手持ちシャワーがありました。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも備え付けがありました。浴槽も深くゆっくり入れそうですね。空気清浄機も置いてありました。今回はこちらのお部屋に1泊します。マリオットボンボイの無料宿泊を利用しているので今回料金はかかりませんでした。アップグレードもしてくれたので10万円ほどする部屋に無料で宿泊できたと思うとかなりお得感があります。部屋の眺望で平安京が見えるお部屋もあるようですが、私の部屋は眺望はあまり良くないお部屋でした。でも部屋が素晴らしいので文句なしです。ここはもともと保養地や迎賓館として使われていたこともあり、立派な庭園も用意されています。そんな庭園は後ほど散策しに行きたいと思います。土日には庭園案内ツアーも実施されているようです。定員が少ないので早めに予約してみてください。ちなみに私は当日にお願いしたら満席でダメでした。レストランやスパの営業時間も記載があったので分かりやすくていいですね。ラウンジはティータイムとカクテルタイムがメインでケーキや食事が用意されています。それでは早速ラウンジに行ってみたいと思います。ラウンジは3階にありました。入り口でカードキーをかざすと中に入れる仕組みになっていました。対象のカードじゃないと中にも入れないようですね。中に入ると新聞や雑誌も置いてありました。席数は結構あり、広々していましたね。作業できそうなデスクもあったので、ゆっくりできそうです。ラウンジからの景色はこんな感じで、奥に平安京の鳥居も見えます。この時間帯はティータイムで、ドリンクとお菓子が置いてありました。氷でドリンクを冷やしていると、とても美味しそうに見えますね。こちらは高価なコーヒーマシーンらしいです。
見た目からすごそうですね。紅茶や日本茶もありました。よく見るネスレのコーヒーマシーンもありました。デザート類も意外に色々置いてあります。抹茶わらび餅、豆乳ヨーグルト、カクテルフルーツポンチ、いちごのジュレ、チョコレートケーキ、ラズベリーケーキがありました。どれも美味しそうですね。スナック菓子もありました。宮田製菓本舗という地元のお菓子も提供していました。地元のお菓子があるのは嬉しいですね。デザートの種類は意外に多く、お茶する分には十分な量でした。ウェスティンは比較的ティータイムでもケーキを用意してくれるので嬉しいですね。ドリンクはアルコール以外の飲み物が充実していました。ラウンジの隣にはバーもあり、とてもおしゃれでした。ラウンジでゆっくりした後にバーで飲むのもいいかもしれませんね。ゆっくりしていたらラウンジから虹が見えました。とても綺麗ですね。ウェスティン都京都は施設内も充実しているので見る場所が多くて困ってしまいます。それでは簡単に館内をご紹介したいと思います。まずは3階にあるジムとプールをご紹介します。ジムは24時間営業ですが、夜の時間帯は無人のようです。プールは21時まで営業しています。ここでは無料でプールの利用と水着を借りることができます。ロッカールームも清潔感があり、広々していました。洗面台やシャワールームもありました。サウナもありましたが、利用できないようになっていました。水着の脱水も可能なので、自身で持ってきた水着も使いやすそうですね。プールは広々しており、気持ちよく泳げそうです。プール脇にはゆっくりできる席もありました。ジャグジーもあるのが嬉しいですね。プールで冷えた体を温めるにはとてもいいです。屋外プールもありましたが、夏以外は利用できないようです。屋内は温水プールなので多少は暖かかったです。利用人数も多くなかったので広々泳ぐことができました。最近はプール利用や水着の貸し出しが有料の場所が多いので無料で利用できるのは嬉しい特典ですね。ジャグジーはかなり気持ちよかったです。人も少ないのでゆったりできました。泡の勢いも程よくマッサージを受けているようでした。それでは温まったら温泉施設のあるスパに向かいたいと思います。6階に移動してきました。部屋にあったアメニティのソティスの商品はこちらで購入できるようです。ここの施設の温泉は敷地内の地下にある温泉を直接引いており、疲労回復効果などがあるようです。入り口も木目基調でとても落ち着きがありますね。中は思った以上に広くソファー席もあり、ゆっくりすることもできました。奥にはマッサージなどが受けられる施設がありました。湯上がりどころにもソファー席があり、涼めるようになっていました。お水もあり、自由に飲めます。嬉しいのがペットボトルのお水もあったので、温泉内に持ち込んで水分補給ができました。更衣室と温泉内は撮影禁止だったので、公式サイトの掲載画像を使ってご紹介します。かなり気持ちが良い温泉でした。バスタオル、ハンドタオル、ボディータオル、髭剃りなどは自由に使うことができました。内風呂や寝ながらジェットスパを受けられる場所などもありました。温泉内も広々していたので、人の多さも気にならなかったです。サウナも完備され、男性はドライサウナ、女性はスチームサウナがあるようです。サウナの後は半露天風呂で外気浴をすることができました。寝ながら温泉に入れるエリアもあり、とても気持ちよかったですね。ここも無料で利用できるなんて本当に素晴らしいと思います。脱衣所、洗い場、浴場内も清潔感が保たれており、
ゆっくり過ごせる空間になっていました。たくさんの種類の温泉があるわけではないですが、ゆっくりできるのでぜひ利用してみてください。それではカクテルタイムのラウンジに向かいたいと思います。カクテルタイムのラウンジでは、お酒に合いそうな軽食が用意されていました。サーモン、ハム、オリーブ、ドライフルーツ、クラッカーがありました。野菜スティックもありますね。京都らしく湯豆腐の用意もありました。サンマの南蛮漬けやエビのフリッター、イカのバター醤油焼きがありました。デザートはよもぎ団子、ケーキのオペラがありました。よもぎ団子はみたらしもかけられるようになっていました。ティータイムにあったお菓子やフルーツカクテルもありました。お酒は赤ワイン、白ワインがあり、自由に飲めるようになっています。それぞれ3種類用意されていました。スパークリングワイン、日本酒、焼酎、ビールも用意されていました。カクテルやウイスキーもありますね。カクテルは注文すれば作ってくれるようです。種類が多く、どれを飲もうか悩んでしまいますね。お腹にたまるような豪華な食事ではありませんが、十分な量だと思います。京都という土地柄、たくさん食べ歩きをされてから訪れる方も多いと思うので、個人的には十分でした。炭水化物系はパンしかないので、足りないと思う方は、小腹を満たすものを何か買っておくのもいいかもしれませんね。ここはレストランの夕食ビュッフェも充実しているので、おすすめだそうです。私は昼間たくさん食べてしまったので、ビュッフェにしませんでしたが、お腹を空かせてビュッフェにするのもいいかもしれませんね。ホテルで直接予約するより、別のグルメサイトから予約した方が割引になります。支払いは部屋付けにすれば、ポイントも貯まるので、おすすめです。夜のコーディアルは、カクテルタイムのデザートとお菓子が一部残っているスタイルでした。お酒は21時まで飲めるので、たくさん飲んでください。ティータイム、プール、温泉、カクテルタイムと楽しむ場所が多いので、時間がありませんね。ホテルの庭園は回る時間がなかったので、明日にしたいと思います。それでは部屋に戻ります。部屋に戻ると、新聞がかけてありました。夕刊まで配達してくれるのは、リッツ・カールトン以来ですね。私は京都で有名なすき焼き屋さん、三島亭のお弁当を買ってきていたので、部屋で食べたいと思います。次回の京都観光編で、詳しくご紹介しますが、とても美味しかったです。冷めてるのにこんな美味しいのであれば、お店で食べたらより美味しいでしょうね。それではお腹もいっぱいになったので、部屋でゆっくりして、今日はもう休みたいと思います。おはようございます。それでは早速朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場は2階のビュッフェ会場です。朝食は和食か洋食プレート、もしくはビュッフェを選べるようになっていました。ビュッフェの方が種類が多そうだったので、今回はビュッフェにします。席からは京都の街並みを一望できました。ここにも各社の新聞がありましたね。会場は落ち着いた雰囲気で、席数も多かったです。料理を紹介していきたいと思います。サラダはレタス、パプリカ、赤玉ねぎ、きゅうり、トマト、ポテトサラダなどトッピングが豊富でした。サーモン、ハム、スチームチキンがありました。ドレッシングの種類も豊富ですね。和食も充実しており、小鉢もいろんな種類の料理がありました。蒸したサバなどもありますね。煮物系の料理、蒸し豆腐もあります。漬物も数種類あります。
京都の老舗のお米を使用しているようです。スタッフに言えばお粥も提供してくれるそうです。カレーもあり、美味しそうですね。洋食の種類も多かったです。ポテト、ソーセージ、ベーコン、トマト、温野菜など定番料理がありました。卵や豆料理もありますね。パンも数種類ありました。いろんな味の食パンや菓子パンがあります。グルテンフリーのパンやショコラパン、クロワッサンがありました。ジャムは数種類あり、蜂蜜もありました。おにぎりを握ってくれるエリアもありました。具もいろんな種類から好きなものを選ぶことができ、美味しそうですね。その場で握ってくれるので、握りたてのおにぎりを食べることができます。サイズもミニサイズなので、いろんな種類の味が食べれそうです。うどんや乳麺などもありました。こちらもその場で茹でてくれるようです。具材も好きなものを選ぶことができます。卵料理は目玉焼き、スクランブルエッグ、オムレツから選ぶことができました。中に入れる具材もいろいろ選べました。自分好みの卵料理を食べることができますね。卵料理もその場で作ってくれるので、熱々の料理が食べれます。ボイルした卵もありました。フルーツやヨーグルトもあります。ジェラートも数種類あり、美味しそうです。どれにするか悩んでしまいますね。フレンチトーストもありました。コーヒーは京都の小川コーヒーを提供しているようです。種類もカフェラテ、カプチーノなどがありました。テイクアウト用のカップもあるのが嬉しいですね。紅茶も数種類ありました。ジュース類もアップル、オレンジ、グレープフルーツなどがありました。人参ベースのスムージーやオレンジ絞りたてのオレンジジュースがあります。お水も京都の名水を用意しています。お水まで販売しているものを用意しているなんてすごいですね。料理の種類は豊富でした。いろいろ食べたいですが、お腹いっぱいになってしまいますね。味はどれも美味しく、どんどん食べれてしまいました。中華料理はあまりありませんでしたが、和食と洋食が充実しているので十分ですね。京都は湯豆腐も有名なので、豆腐を使った料理も多かったです。ご当地の名物を提供してくれるのは嬉しいですね。それでは残りを食べてしまいたいと思います。昨日回れなかった館内の庭園などを見てみたいと思います。屋上庭園もありました。結婚式を挙げる方は写真撮影もしているようです。私が訪れたのは紅葉の時期から少し遅れていましたが、まだ紅葉が残っていましたね。屋上からは京都の街並みを一望できます。ここからも平安京の鳥居が見えますね。ホテル内から裏にある山に入ることができます。ここはスイートルームとして日本庭園がついたお部屋などもあるようです。京都らしくていいですね。この辺りを散策するだけでも気持ちがいいですね。こちらの花水園の庭園は大正14年に作られ、今では京都市文化財に登録されています。庭園は落ち着いた雰囲気でした。紅葉の色合いが綺麗ですね。宿泊した場所からこんな綺麗な庭園が見れたら素敵だと思います。いつか泊まってみたいですね。庭園案内ツアーはこういった場所を回って説明してくれるそうなので参加してみてください。
山中にも紅葉が広がっており、とても綺麗でした。教会もありました。ここで結婚式も挙げられるようですね。山頂の方にも登れるようになっていたので、向かいたいと思います。上には神社があるようですね。参道で使える棒もありました。思った以上に先は長そうです。鳥居が見えてきました。ここも紅葉が最盛期のタイミングだと綺麗でしょうね。ここがホテルの敷地内とは思えないほど広いです。長崎で訪れた三船山楽園ホテルを思い出します。こちらのホテルもチームラボとコラボしたライトアップをやっていましたね。上まで登ると神社がありました。お百稲荷神社という神社で商売繁盛、無病息災のご利益があるそうです。神社からも綺麗な景色を見ることができました。天気が良いと綺麗な景色ですね。綺麗な紅葉も見れるので、時間があればここでゆっくりするのもいいですね。まだ上にも展望台があるようなので、せっかくなので向かいたいと思います。階段はさらに急になっていました。上まで登ると綺麗な景色が見ることができました。こちらも紅葉の時期はすごく綺麗な景色が見れそうですね。軽いハイキングのように楽しめるので、ぜひ訪れてみてください。それでは今回のウェスティン都京都いかがだったでしょうか。無料のサービスも多く充実したホテルでした。また泊まってゆっくりしたいですね。ぜひ皆さんも訪れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。